今日は内房の小規模な河川へ来て、ナイトチヌプラッキングをやっていきたいと思います。小さいルアーを泳がせて狙う釣り方を今日はご紹介できたらなと思います。ルアーでクロダイを狙うチニング。近年関東で人気沸騰の釣りだ。使用するタックルは今日使うタックルはこちらです。ちょっとシーバスロッドの7フィート台のを私は使うんですけれども、今日使うルアーがこういうライトプラグなので、普通はライトタックルのちょっと強いような竿を使うのが一般的かなと思うんですけど、ちょっと今回で赤エイとか、あとシーバスが来たりもする可能性があるところなので、ちょっと強いタックルで安心して釣りをしたいと今日は思います。今日狙う時間は真っ暗になった夜なんですけど、こうやって明るいうちにね、状況、水の状況だったり、あとあそこに杭があるなとか、ちょっと木出っ張ってるなとか、そういうのを暗くなると見えにくくなったりして、こう投げて引っかかったりとかっていう可能性も出てきちゃうので、こう明るいうちにね下見をして、エイいるなとか、そういうのを波紋チヌだなとか、チヌの確認にもなるし、ちょっとトラブル回避もできるので、明るい時間に下見は結構大事です。暗くなった上げ潮から釣りスタート。最初に使うルアーはこちらのフラフラです。でちょっと明るい時間から見てたんですけど、クロダイが表層付近を泳いでいるところを何匹も見たので、このフラフラをゆっくり巻くと表層から15センチ10センチぐらいのレンジを引けるので、ちょっとまずはこれで試しに最初やっていきたいと思います。はい、で今投げてるのは正面の対岸めがけて投げてます。でゆっくりそこからゆっくり巻いて引いてくる感じですね。で巻かないとこのフラフラ沈んでっちゃうので、このいい具合で着水からすぐ巻き出す感じで巻いていきます。竿の角度はもう基本的にこのぐらいの角度で、ここで一定のレンジを巻いてこれる感じですね、この距離だと。照明を消して当たりを待つ。食ったよ。なんかちっちゃいかも。ちっちゃいけど本命か。チヌちゃんだねこれ。抜いちゃおうか。抜いちゃいます。よいしょ。ちょっと外れちゃってる。かわいいサイズのチヌちゃんです。めっちゃかわいいサイズ。ありがとう。かわいい。超かわいい。ルアーはフラフラを使ってました。ちょっとイワシっぽい色で綺麗で気に入ってます。ちょっとねフラフラをゆっくりゆっくり巻いて、ちょっとレンジ下げた方が釣れるような感じだったので、だったらこっちのトト 42S で最初からレンジをちょっと入れて探っていこうかなと思います。トトの方がリアクションがね大きくなって誘いやすいかなってところがありますね。お、なんか出ましたね今。で巻きスピードはさっきのフラフラと同じぐらいか、もっとレンジ入れたかったらもっとゆっくり巻けばいいのかなって思いながらやってます。なんか当たる。当たってるね。なんか当たるようにはなりましたね。ただちょっとかかるような感じの当たりとはなんか違うかな。いいや、当たったね今。なんかあと一息なんだよな。とりあえず上げでねチヌちゃん来てくれたんですけど、ここ結構5年ぐらい通ってて、見てる感じ個人的には下げの方がいいかなって思ってて、
でこれから今満潮になって今から下げ始めるので、これからちょっと期待です。潮が動き始めた。またこのフラフラに戻してみようと思います。まだ潮位も高いんですけど、聞き始めゆっくり潮が流れてるかなっていうところで、これをそこに同調させるようにフラフラフラって流したくて、これに変えてみたいと思います。白が増えてきましたね。上げであんまり白が姿がなかったんですけど、下げ入ってきてから多分白が流れてきてるって感じですね。ただ、白を食べてるような音はしてないので、これからちょっと期待かなってところです。結構早いよ、もう流れ。おっとっとみたいなのがすごい早い流れてきて。あ、食ったよ。くしゃー。ちょっと緩かったか。ちょっとこれ慎重に取りたいね。しゅぬちゃんだ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、取れた。はい、釣れました。いいとこかかってるな、これ。ごめん。前よりは大きいね。フラフラをフラフラフラってゆっくり泳がせてたらガンって食ってくれました。いい食い方ですよ。この細身のプラグ使ってこうかかるのは。他のところにね、傷もできないしね、もうちゃんと食いに来たって感じの食い方ですね。私この黒鯛めっちゃ好きなんですけど、特に今わかるかな、ヒレ、この胸びれピーンってなってるじゃないですか。もうこれ可愛くないですか？飛行機みたい。じゃあありがとうね。よし。手可愛いね。ビョンビョンしてね。うんだって。流れがある方にね。流れ結構強いですね今。いけそうだね、自分から。いった。バイバイ。頑張ってね。なんか狙ってた時間ぴったりに来てくれて、それが良かったですね。下げ潮に入り活性が上がってきた。今小さい魚がいっぱい入ってきて、群れで入ってきてたんですけど、目の前で結構散ってしまってたんで、ちょっとこのトトでリアクションも軽く入れながらちょっと探っていきます。少しずつ移動しながら小魚の群れを探す。なんかちょっとあそこ気になるな。なんかざわざわしてませんかね。食ったね。ちょっと今ね、投げて割とすぐ黒鯛のスレだ。ちょっとスレだから取って針外してあげないと。卵がくるくる回る。ちょっと大きいなこれ。ちょっとでっかい。でかいね。これでちゅうちゃよく走ると思っただよ。で結構黒鯛ってここいるなと思って投げた場所でこうかかっちゃう背中とかこことか、多いので体にね針を残さないように回収して取ってあげて逃がしてあげましょう。ありがとね。よいしょ。いた。バイバイ。ベイトが溜まってるところがやっぱ狙い目ではある一つのなんですけど、ベイトの気配を感じつつキャストを繰り返す。食ったよ。強い食ったね。
なんかベイト溜まってるねとか言ってたところで食いましたね。あ、これは取りたいね。よいしょ、入った。おお、いいね。真っ黒チヌちゃん。ちょっとね、ベイトが溜まってるかなって気になって、もう一回投げたところでやっぱ来てくれましたね。で、選択したルアーも、ベイトを意識してトトに変えてっていうところで、全部結構理想通りな釣り方ができました。可愛いです。これもまたいい食べ方ね。ね、ちゅうちゃん可愛いね。はい、バイバイしたいと思います。寂しくて嫌だけどね。お、いたいた。場所的には川幅が狭いところで、なおかつクロダイがいるところっていうのが一つの条件になってくるんで、あとはそこに通ってどのレンジで食うかとか、どの潮位がいいかっていうのを見極めていくと、どんどんクロダイに近づけていくと思いますし、やっぱルアーでね、巻きで釣るっていうクロダイなかなか面白いので、ぜひ皆さんもやってみてください。